この角度いいですね。サムネにしようかな。はい、どうも、ピバです。外部フィルターを使われている方で、給排水パイプについてこんな悩みを持っている方はいないでしょうか。パイプ長すぎ問題。外部フィルターのセットには給排水パイプが付属していることがほとんどです。これはテトラの VX シリーズの給排水パイプ。こういう傘の持ち手みたいなパイプが2本ついています。給水パイプだとこの長い方を水槽に入れて使って、排水パイプはこちらの短い方を水槽に入れて使用することが多いと思います。ただこのパイプがですね、結構長いんですよね。パイプの先端にはストレーナーをつけて使うことがほとんどなんですけど、これを例えば水槽の中に入れたとしたら、こんな感じ。水槽台つきそうなんですよね。この水槽は高さ36センチなんですけど、低床 3,4 センチ敷いたらストレーナーが埋もれてしまうような状態です。なので通常はもうちょっと持ち上げて吸盤でペタッとくっつけて使用することになるんですけど、これが例えば36センチじゃなくてロータイプの24センチとかの水槽だと、もう完全にパイプは長いんですよね。こちら我が家のロータイプ水槽なんですけど、高さが24センチ。今ストレーナーつけてちゃんと収まってるんですけど、これはパイプの長いところを半分ぐらいカットして使っています。ロータイプの水槽に設置するもう一つの方法として、パイプの短い方にストレーナーをつけるという方法もあります。ただこれだと水槽台にパイプが干渉してホースがさせなくなってしまうんですよね。これは環境によって使える人もいると思うんですけど、うちの環境だと水槽台ちょっと大きいので設置することはできません。またストレーナーがかなり上の方に来てしまうので、ちょっと水が減ったらここからエアーを巻き込んでしまうっていう事態になってしまいます。なのでこちらの短い方にストレーナーつけて使うのはちょっと現実的ではないかもしれないですね。そこで今回紹介するのは、自分で加工する必要がなくって、ロータイプのような低い水槽にも通常サイズの水槽にも使える便利な給排水パイプを見つけたので、そちらをご紹介します。なんか喋りが案件臭いって言われるかもしれないですけど、案件ではないです。自分で買ったものなんですが、今回紹介するのはこちらです。この給排水パイプ、Amazon でも売ってるんですけど、今回は AliExpress から購入しました。これがですね、僕の求める給排水パイプに最も近いものでした。では、細かいところを見ていきましょう。こちらの商品、見てわかる通り、若干クリア素材の給排水パイプになっています。素材としては何なんでしょうね。プラスチックかな。ぶつけても割れません。透明度に関しては、こちら通常のガラスパイプなんですが、ガラスと比べちゃうと透明感というところでは完全に劣ってるんですけど、黒いパイプもしくはエーハイムの緑のパイプとかと比べると、結構水槽内での存在感はかなりなくなるんじゃないかなと思います。何よりぶつけても割れないのがいいですね。サイズ的にはこちらのテトラの VX のパイプはストレーナー入れたら35センチくらい。一般的なガラスパイプは26センチ。こちらのパイプはストレーナー入れて30センチくらいですね。ただこれでは全然ロータイプ水槽に使えません。今回選んだこのパイプの特徴は、このパイプの長さを変えることができる。パッと見ても気づいてる方いると思うんですけど、このパイプがですね、2段階に調節できます。つまりこっちを抜いて、ここに刺すとこんなちっちゃくなる。サイズは21センチ。これならロータイプ水槽にも小型水槽にも使いやすいですね。後ほど実際に水槽に設置してみたいと思うんですけど、先にその他の部分を見ていきます。まずこの給水パイプどこまで分解できるかというと、パイプが外れて吸盤はこことここ2箇所につけることができます。付属品としてはパイプ1つにつき吸盤が2つついています。ホースを接続するのはこちらですね。ここが短いのも僕はとても気に入っています。ホース接続側のパイプは6センチ。これだと水槽台に干渉することはありません。今回購入したこちらのパイプは一般的な1216のホースを接続することができます。このホース止めの仕組みがちょっとわからないので、これは後でチェックしてみます。この U 字のパイプの中間は一見分かれそうな気がするんですけど、接着剤で固定されてるみたいで抜くことはできませんでした。おそらくこの水槽の中に入るまでは絶対に水漏れを阻止したいっていう気持ちがここに現れてますね。水槽の中であれば接続から水が漏れても
心配ないんですけど、ここから水漏れたらね、大変ですからね。事故防止のために完全に接着されてるんだと思います。ストレーナーとこのパイプは分離することができます。そしてこのストレーナーは、こちらのパイプ接続の部分はプラスチックなんですけど、こちらはちょっとふにゃふにゃの柔らかいプラスチックのような素材です。先端はこんな感じの穴が開いています。結構目は細かいので、大きなゴミはシャットアウトできると思うんですけど、稚エビとか稚魚は吸い込まれると思います。そういった事故心配な方は、当チャンネルで何度か紹介しているメッシュタイプのストレーナー。これガラスパイプにつなぐときはめちゃめちゃ怖いんですけど、結構すんなりと入ってくれます。こんな感じで見た目の統一感もバッチリなので結構おすすめですね。まだ使ってないけど。そしてこちらの排水パイプ。こちらも分解することができて、シャワーパイプは L 字コネクタとシャワーパイプ部分で分割ができます。そして組み替えパーツとしてこちらの塗水パーツがついています。これはある程度自由に向きを変えられる塗水パーツ。これをさっきの L 字コネクタに接続して、こんなにコンパクトな排水パイプが完成します。これいいですよね。見た目もシンプルだし、ある程度向きも変えられて、こんなにコンパクト。ホースを差し込む部分は給水パイプと同じです。真ん中は接着されているので外れません。これである程度ご紹介できたと思うので、実際にロータイプ水槽に設置をしていきます。実はまだ設置テストを行わずに紹介動画を撮ってるので、万が一水漏れとかしたらどうしよう。そこも包み隠さずご紹介をしたいと思います。では、取り替え作業を行っていきます。今回設置するのは先ほども紹介したこちらの60センチロータイプ水槽、高さは24センチ。早速取り替え作業していきます。まずは外部フィルターを止めて、まず給水パイプから取り替えます。本当はホース掃除したいぐらい汚いんですけど、今回はとりあえずこれで。で、このホースの取り付け方なんですけど、ここがスクリュー式のパーツになってるんですけど、なんか普段見る押さえ付けパーツとは逆な気がするんですよね。これ先にはめて、はめて、これを刺してやるのが普通だと思うんですけど、これだともう全然このスクリューパーツが上がらない。なので、このスクリューパーツ先にこっちにはめて、これを刺して、そしてこれを下げるタイプ。下げることでホースを押さえつけるタイプかなと思うんですけど、そんなタイプ初めて見た。合ってんのかな？ただこれで抜けないので合ってるとは思うんですけどね。大丈夫かな？怖いな。はい、これで OK かな。そしてパイプをつないで、ホースが短くて大変なんですけど、ペタッ。これいくない？これかっこいいな。見事に設置できました。いや、正直なこと言うとソイルに刺さってるんですけど、これはうちのソイルが厚いせいかな。よし、では排水パイプも変えていきましょう。これは茶色いパイプに見えるけどガラスパイプです。割らないようにだけ気をつけて、そして先ほどと同じくホースをつないでいきます。今回給水パイプの隣につけたいと思います。はい、できました。これを隣に設置。いいじゃん。見た目的にはもうバッチリ揃ってて、とてもミニマル。これはいいんじゃない？はい、では実際に動かしていきたいと思います。スイッチオン。いいんじゃないか？いや、良くないな。ここの高さが短すぎますね。今塗水口が水面に出てしまっているので、かなりジャバジャバしてます。そっか。ここの高さ変えられないのは盲点でしたね。ちなみに今水面の高さは水槽から3センチのところですね。高さ3センチでも塗水口が水面から出てしまうので、これはちょっと盲点。これ縦にすればいいのかな？縦にすれば若干軽減される。シャワーパイプに変えてみましょう。この交換めちゃめちゃ楽ですね。スイッチオン。真下は当然こうなるか。普通のシャワーパイプですね。塗水口の高さについてはこれ以上変えようがないので、静かにしたい場合はこれを下げる。これでももうちょっと水面下がったらまたジャバジャバうるさくなりそうですね。これはちょっと改善策を探っていきたいと思います。ちょっと今ナイスアイデアが思い浮かびました。通常であればこれ高さが変えられないんですけど、もしロータイプ水槽とかで給水パイプ短くして使う場合は、この延長パイプが一つ残ります。これをここにつなげば塗水口下げれますね。ちょっとやってみましょう。この塗水口パーツに延長パーツを差し込む。これに差し込む。いいんじゃない？設置すると、見事に塗水口が水槽の中ほどまで下がりました。スイッチオン。動いてますね。
これならある程度水位下げててもジャバジャバ音は気にすることなく使用することができます。見た目的にもすっきりはしてるんじゃないかなと思います。給水パイプを短くして使う方はパイプが1本余るので塗水口を下げることができます。我が家ではこれでしばらく運用したいと思います。続いて給水パイプ、こちらストレーナーはソイルにぶつかっちゃってるんですけど問題なく機能してますね。今ガラス目の苔を落としてそれが舞ってるんですけど、その苔も順調に吸い込まれていきます。スリットは結構細かいので水草とかは引っかかってますね。ストレーナー自体クリアパーツなので結構目立たないんじゃないかなと思います。ちょっと引きで見てみましょう。ちょっと離れてみるとこんな感じに見えます。パイプ自体はとても目立たない。黒とか緑のパイプよりはかなり透明に近いので水槽の中でも悪目立ちすることはなさそうですね。汚れてるホースの方がめちゃめちゃ目立ってるんですけど、パイプの存在感はかなり軽減されてるんじゃないかなと思います。そしてちょっと自信のなかったこのホースの接続部分なんですけど、今のところ水が漏れてる様子はありません。ただ先ほどのホースのつなぎ方で合ってるのかわからないので、違ってるよとか正しいやり方こうだよって知ってる方いらっしゃいましたらコメント欄までお願いします。その他の接続部分やつなぎ目については問題はなさそうですね。一応正常に機能してくれています。この角度いいですね。サムネにしようかな。実際に接続設置してみて物自体はかなり好みですね。塗水口の高さ調節が制限あるのが若干使いづらいんですけど、パイプの透明性だったりシンプルさだったり給水パイプの高さ調節ができる点とか通常のパイプと比べて便利な点が多いなと感じました。ただ実はですね、今回パイプを5セット買っています。なんでこんな買ってんだという話なんですけど、我が家には3台外部フィルターがあるので3台分は確保したい。それと予備で2セット、合計5セット購入しています。なんで予備に2セット買ったかというと、アリエクスプレスの商品かなり安く購入できるんですけど、製品の品質に若干不安があります。そこで今回予備を2セット合わせて全部で5セット買ったんですけど、やっぱりね、製品品質はばらつきがありましたね。ちょっと使うのが大丈夫かなっていう商品が何個かありました。例えばこれとかですね。このつなぎ目部分がですね、結構隙間が空いてて接着はされてるんですけどきっちりはまってないので、もしかしたら水漏れはしやすいのかなと思います。これ給水側排水側の違いはあるんですけど、こんな感じでしっかり刺さって接着されてるのと、若干隙間が空いた状態で接着されてしまってるもの、結構ばらつきありますね。あと全体的にゴミがついてるこれは仕方ない。洗えばいいだけですからね。ただ開封前から完全に割れてるなとか折れてるなとかっていうのはありませんでした。今回5セット購入したんですけど、使う分には5セット全部使えそうです。先ほどの隙間の広いものについては水漏れしそうだったらなんかレジンかなんかで隙間を埋めて使えるかと思います。なのでもしアリエクスプレスで購入される方は予備合わせて買っておくと良いかと思います。アリエクの使い方についてはご自身でお調べください。 Amazon でも同じパイプは売っています。一応 Amazon のリンクは下に貼っておきますので、その商品名でアリエクとかで検索すると安く買えるかもしれません。自己責任でお願いします。はい。というわけで今回はロータイプ水槽にも使えてシンプルな給排水パイプのご紹介でした。どうでしょう？かなりシンプルで存在感も抑えられたナイスな給排水パイプかと思うんですけど、見た目もシンプル、存在感もない給排水パイプ。隣に VX の標準のストレーナーとパイプを並べてみると、やっぱり黒いパイプとか緑のパイプは存在感ありますね。ガラスパイプが最高にシンプルでいいんですけど、どうしてもガラスなので取り扱いには細心の注意が必要です。こちらのパイプだとプラスチックなので乱暴に扱っても割れることはほとんどないかと思います。小さいお子さんとか猫が水槽に乗っちゃうとか、あるいは土地固属性の高い方、割れないパイプ検討されてはいかがでしょうか。もちろん世の中には割れないステンレスパイプとかおしゃれなアクリル製の透明パイプとかいろいろあるんですけど、長さ調節ができるシンプルなパイプ、なかなかいいかと思います。というわけで今回の動画は以上です。もしこの動画役に立ったなという方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。